ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ロシア軍の黒海艦隊が母港であるセバストポリ港から逃走しているという話を取り上げようと思います。クリミア半島にあるセバストポリ港は、ロシア軍の黒海艦隊にとって艦隊本部もあるし、軍港としてもよく整備された場所です。それだけに2022年のロシア軍による本格的侵攻以後、セバストポリは黒海の西側においてまさにロシア軍の制海権を確立する上で非常に重要な場所でした。黒海艦隊に所属する船からのミサイル攻撃なども行われていますし、艦隊の存在によってウクライナは黒海を使っての海上輸送ルートが危険すぎて使えないという状況に陥っていたわけです。ところがそうした状況にも少しずつ変化が起きて、黒海艦隊は機能しなくなってきました。そしてセバストポリに留まることがもはやロシアにとって危険すぎる状況となってきたようです。今回の動画ではそうしたロシア軍の黒海艦隊の危機についての理解を深めていきましょう。こちらの地図は黒海艦隊の母港、セバストポリとその周辺の地図です。まず、状況の変化は段階を追って進んでいきました。ウクライナ軍はまず、クリミア半島全域を覆っているロシア軍の防空網に穴を開けることに成功しました。ロシア軍の主力対空兵器である S400。この S400 をおとりのドローンを使って気を引いた後に本命のミサイル攻撃などを行って破壊することに成功。それに伴ってクリミア西部における防空網に穴が開きました。その後継続的な攻撃を行うことにより防空網が修復されるよりも前にさらに攻撃を追加することに成功しました。それが黒海艦隊への中枢部への攻撃の成功です。左はロシア軍の黒海艦隊司令部に対する巡航ミサイルによる攻撃、建物が爆破されています。また右の写真は同じく巡航ミサイルによる攻撃によって大破した黒海艦隊の潜水艦です。どちらもなのですが、ロシア軍は防空網はまだ存在しているとして、ウクライナ軍の攻撃のそのほとんどについては撃墜したと発表しています。しかし、ウクライナ側の発表を見るに、こうしたロシア軍の言い訳は否定されています。そもそもウクライナ軍が欧米から供与された巡航ミサイルは数が潤沢ではないために、一撃必中のような形で用いられています。何十発も用いてその大半が撃墜された末に攻撃が成功したというわけではなく、実際には存在しない攻撃をロシア側は迎撃したと発表しているに過ぎないというのです。軍事評論家の中では、ロシア軍の対空兵器 S400 は過剰評価されていたのではないかと、今その性能評価にかなり疑問符がついている状態です。そして黒海艦隊への直接攻撃だけではなく、ウクライナ軍はクリミア半島に対する奇襲上陸作戦も行っています。現在のところウクライナ海軍はほぼ存在しません。大型艦艇が黒海にはないからです。しかし、海軍がないからといって攻撃はできないわけではありません。こちらの映像にもあるように小型のボートや小さな船といったものを使うことによってクリミアへの上陸を果たしています。そして、ロシア軍の方は主な戦線はヘルソン州はザポリージャ州といった南部戦線だと考えていますから、クリミア半島には大きな部隊が駐屯していません。そのため警戒もかなり薄いといったことがあります。ウクライナ軍の奇襲上陸によって攻撃を受けた際にはかなりの打撃を受けているそうです。もちろんロシア軍の方も反撃しているためにウクライナ軍が全くの無傷というわけでもありません。ただ守りが固められていないところをついているためにロシア軍の方が圧倒的な被害になっているようです。空からは巡航ミサイルや新しく開発した長射程の突撃ドローン、そしてクリミア半島の西北部ではウクライナ軍がゲリラ的に奇襲上陸を仕掛けるなど様々な撹乱攻撃が行われています。そして今後は水上ドローンだけではなく潜水型のようなより巧妙な攻撃も仕掛けられる可能性が高まっているといったこともあります。こうしたこともあって、ロシア軍の黒海艦隊はセバストポリ港をもはや母港として頼りにはできない状況に陥っています。そして黒海艦隊はセバストポリ港からこの地図では一番右側、ロシア本国領にあるノボロシスクにかなりの船を移したそうです。それ以外にもクリミア半島の東側、フェオドシアにも船を何隻か移しています。これはウクライナ軍の攻撃手段がまだまだ射程距離が300キロ程度と不十分なこともあり、より遠くへ物理的に逃げることによって被害を逃れることができるからです。クリミア半島の西部側はすでにウクライナ軍の攻撃範囲に収まっています。奇襲上陸されることもあれば、ミサイルやドローン攻撃を受けることもある。ロシア軍は攻撃を行う際には、
人海戦術などを用いることによってウクライナ軍を苦しめることがあるわけですが、守りになった時、特にこのようなゲリラ的なもしくは対抗手段が取りにくいものに関してはかなり脆弱であることが明らかとなっています。そして将来的なことを見据えているのではないかと言われているのが、ここで黒海艦隊の一部が逃走した先、フェオドシアです。フェオドシアはクリミア半島の東側にあり、ウクライナ軍が南部戦線を貫通した際には、クリミア半島最後の防衛拠点となり得るような場所です。そのため、フェオドシア周辺には、すでに陸上戦闘を考えたのか、竜の歯と呼ばれる装甲車などを食い止めるための設置物が衛星写真から見て取れるそうです。こちらの写真それ自体は参考資料ですが、衛星写真から見た場合においてもこれに類するものが見えるそうです。ただ、現在の戦況から考えると、今すぐにでもクリミア半島のフェオドシアで陸上戦闘が行われるとはちょっと考えづらいものですから、クリミア半島にいる部隊が前線送りになるのを防ぐために自分たちの居場所としての守備陣地を構築している可能性すらあります。そうしたロシア軍の後退する実情に合わせて、現在黒海の西側においてはウクライナにとって良い兆候も現れ始めています。それが穀物などを運び出す船の往来が徐々にではありますが、再開され始めているのです。ウクライナ南部オデーサは、ロシア軍による本格的な侵攻が始まる前までは、ウクライナ産穀物を海外へと輸出するための一大貿易港でした。その機能が失われてから、ウクライナの穀物はなかなか海外へと送るのが難しくなり、隣国まで運んでから細々と船に積み替えての輸出や、もしくはポーランド側のような陸路でヨーロッパ市場へと輸送されるなど、コスト高といったものが反映されるようになってしまいました。これが世界的にも物価高の一要因だとなってしまったのです。この状況に少しでも変化が出るのであれば、黒海における穀物輸送の再開が世界的にも良いニュースとなるでしょう。ただし現状ではまだ完全ではありませんから、引き続きウクライナ軍の攻撃が黒海艦隊の船をすり減らすことが非常に重要となります。ウクライナ軍の遠距離攻撃用の兵器の開発は徐々に進んでいますから、ロシアの黒海艦隊が盛り返して黒海の西側において自由に動き回るといったことは今後はちょっと考えられないでしょう。続いて、月日の経過に伴って季節は夏から秋、そして冬へと進んでいきます。日本においては少しでも秋があるわけですが、ウクライナにおいては秋と呼ばれるものはなく、あっという間に冬へと突入していくこととなります。そして冬となれば気温がどんどんと下がってくるわけですから、去年と同じような行動をロシア側が取ってくる可能性があります。それは電力インフラなどに対する攻撃を行って、ウクライナの人々を凍えさせようとする攻撃です。こうした攻撃をある程度見据えて、欧米からの軍事支援は防空網をより強化する方向へと進んでいます。例えば、ドイツとの会談においては、攻撃兵器ではなく、防空用の兵器として中距離の防空システムであるアイリスティや、もしくはもう一段根の張る防空兵器であるパトリオットシステムを供与するのではないか。それに加えて、ロシア軍が連続的に攻撃を行ってくるドローン対策として、対空戦車ゲパルトの追加供与などが決まっています。対空戦車ゲパルトについては供与される前であれば、こんな古いものは役に立たないとやたらめったらと批判する人たちがいたわけですが、現実の戦場においては非常に優秀な兵器として役に立っています。特に攻撃手段であるドローンに対してミサイルを使うというのは費用面において非常に効率が悪いものですから、ドローンに対しては機関砲弾などで撃墜するというのが現実的な選択肢として非常に最適なのです。そして当初あった機関砲弾のその弾薬についても、ドイツのラインメタル社が製造ラインをドイツ国内に新たに設けて供与する体制が整いました。ですから今後も対空戦車ゲパルトは対ドローン対策として活躍し続けることでしょう。ただ防空網を充実させるというのは決して悪いことではないのですが、同時にドイツだからこそできる兵器支援について見送られたというのもまた事実です。それが巡航ミサイルタウルスです。巡航ミサイルタウルスはイギリスやフランスが供与した巡航ミサイルストームシャドウよりもさらに射程距離が長く、しかも破壊力も十分といったこともあって、クリミア半島の補給の大動脈であるクリミア大橋を破壊するのにかなり適した兵器です。しかしドイツの報道においては首相判断でタウルスの供与は当面ないというような報道がされており、ウクライナ軍としてはもっともっと
領地を奪還してストームシャドウが届くところまで前進を果たさなければなりません。クリミア大橋を落とすことができれば、兵站が大きくかき乱されることにより、ロシア軍は明らかに戦闘能力が減衰します。そういったことをもっとドイツは考えてほしいものです。それで言ったら日本はアメリカからトマホークミサイルを購入するわけですが、トマホークミサイルは射程距離1600キロ程度あり、このような兵器をこっそりでも供与してクリミア大橋を落とすなんていうことができたらいいのになとちょっと思ってしまいます。現在の日本はウクライナに対する軍事支援には否定的です。そして同じくゼレンスキー大統領の外遊によって他の国でも防空網をより充実させようという軍事支援が発表されています。スペインは対空ミサイルホーク、おそらく改良ホークだとは思いますが、これを6機ウクライナへ送ると発表しています。通常の弾薬類などに加えてこうした防空システムを供与するというのがヨーロッパ側の動きとなり、ロシア軍の攻撃による電力危機を起こさせないようにしようというのがヨーロッパ側の考えとなっているようです。その他、イタリアも軍事支援のパッケージを用意しているという発表を行っています。ただし、イタリアの場合は、どの程度の規模、どのような兵器を送るかについては一貫して秘密にしており、実際の規模としては、フランスと同等かそれ以上あるかもしれないと言われています。特にここ最近の自走砲の供与については、フランスよりも明らかにその数量で上回っているとされています。ロシアの黒海艦隊がセバストポリを去って、そして本国やもしくはクリミア半島のより奥地へと逃走している。このような評価はあくまでも私の表現であって、ロシア側としてはこのような船が移動しているのはあくまでも訓練の一環であるとか、訓練ですらない日常業務の一つに過ぎないと話をしています。しかし、これは明らかに撤退という言葉を使えないだけに、それだけに別の表現を用いているだけでしょう。実際、セバストポリに軍艦がずっと留まり続ければ、それがウクライナ軍にとっては標的艦と化してしまうわけで、大型艦が撃沈されるというのは、その被害規模だけではなく、ニュースとしても大きなものですから、ロシア軍の士気に悪影響をもたらすものでしょう。かといって艦隊を黒海の西側に出せばもっともっと危険なわけですから、もはや逃げるしかないというのが現実なわけです。あとはウクライナ軍に対して、攻撃性のある兵器をどれだけ供与するかというのが、この戦争の進展にかなり影響を与えることでしょう。ヨーロッパはすでに、この冬を乗り切るための防空システムの供与などに乗り出しているわけですが、ロシア軍の方は反撃さえなければどんどんと攻撃しようという正確性がありますから、守り一辺倒ではこの戦争は終わらないということを、ヨーロッパはもっと重視してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ロシアの黒海艦隊は、連戦連勝が続いていると言いつつも、母港であるセバストポリ港から本国やもしくはクリミアの奥地へと逃走しました。おそらくこの状況は今後も変わることはないでしょう。一方でウクライナに対する軍事支援、ヨーロッパ側は攻撃性の兵器ではなく、守りを固めるようにと武器弾薬兵器類の供与などに力を入れています。ウクライナに対する攻撃力の付与がないというのであれば、残念ながらこれから冬にかけての攻勢もじっくりと塹壕陣地を一つずつ攻略しながら進んでいくゆっくりとしたものとなるでしょう。ただし、この夏見せたウクライナ軍の攻勢でも明らかのように、時間はかかったとしてもロシア軍の反撃は決してウクライナ軍を押し返すものではないことから、じわじわとした戦局の変化というものはそれでもなおウクライナ軍の領土奪還の歩みとも言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。